にちは、いくです。今回は私が愛用しているリスキーの B ボールドリップグロスのレビューになります。もうほんとこのグロスが好きすぎて、パッケージも可愛いし、色も可愛いし、ツヤも可愛いんですけど、特に私みたいなクール系のメイクがお好きな方とか、くすみカラーが好きな方に激推しのリップになってます。で、どのくらいくすんでるのかっていうのが分かりやすいかなと思って有名な P のグロスと比較しようと思うんですけど、全く同じ色はもちろんないので明るさとか彩度を見ていただきたいんですが、 P のキュートなバニラ 70% がこれで、リスキーの私が持ってるピンクっぽいやつを周りに並べてみたんですけど、こんな感じでかなり彩度が低めなクールなカラーが揃ってます。それぞれの色に合わせたリップペンシルと一緒にご紹介していこうと思うので、よければ最後まで見てみてください。まずはピンクベージュ系から紹介します。合わせるリップライナーはトゥースラッシュフォームのスカルプトリップシェイパーのインモーブです。こんな感じの落ち着いたピンクで、グロスで透け感があるので私の唇の色をあんまり拾わないようにリップベースを塗ります。ジャビン・ドゥ・ソールのピンクリップシェードプライマーの01番ペールベージュです。まずは B ボールドリップグロスのメイっていう割と新しく出たカラーです。落ち着いたムードをまとう彩度控えめのミルクティーヌード。これめっちゃ可愛くないですか？ミルクティーヌードなんだけど彩度控えめで落ち着いてて、白っぽく明るくなるような色ではなくって本当に可愛い。ちょっとだけスースーして時間が経つとさらにツヤツヤになってくるような感じです。ツヤ感もすごい可愛くて本当に推せる。今おすすめのくすみベージュ系のリップって聞かれたらもうこれです。このツヤね、可愛いとしたくないんですけどまだまだあるので。ちなみにティッシュオフするとこんな感じ。グロスだからめっちゃティント効果があるとかではないです。次は一番新しいカラーのネイキッドです。こちらは思い描いた理想をそのままに透け感のクリームヌード、一番ヌーディーなカラーです。可愛いね。どれもそうなんだけどね、もう現役の色から可愛いの。塗る前から可愛くてベビーピンクっぽい感じで Y2K な感じのメイクにも合うし、お手持ちのティントにツヤを与える的な感じでも使えそうなヌーディーなピンク。私はどっちかっていうと暗い色が得意なので、白すぎちゃうとちょっと唇だけ明るすぎちゃってバランス取りづらかったりするんですけど、このヌーディー具合が好きです。次はモーブ系4色紹介します。合わせるリップペンシルはクリオのベルベットリップペンシルの13番ミューテッドモーブです。くすんだモーブカラー。まずはシコ、絶妙なくすみ感が癖になるアンニュイなタログレー。これもさっきのメイと同じ時に出た新しめのやつです。こんな感じ。これがねこの中で一番モーブ味の強いやつけど、ただのモーブじゃなくって説明の通りグレーっぽいくすみっぽい感じなので、かっこいいメイクにめっちゃぴったり。これも本当に可愛いです。次がギルティーです。グレーを一さじ加えたヴィンテージライクなモーブブラウン。さっきの色よりもうちょっと深い色がいいなっていう方におすすめの色です。さっきの色にブラウン味と深みを与えたような感じ。これもすごくかっこよくて好きです。全部好きなんですけど。次がヒッシーフィット。グランジな感性を宿したモーブピンク。これはモーブ系の中で一番血色感が出る色で、モーブ味のあるピンクっていう感じなんだけど、全然こうキュートな感じのピンクではなくってクールなメイクに合う落ち着いたピンクを探している方におすすめです。かわいい。
このグループ最後の1色はボディです。ダークなブラックベリーを彷彿とさせるパープル。これはこの中で一番ダークな色でエッチーな感じ、強めのメイクにはぴったりの色です。原液は結構紫って感じなんだけど、濃さも調節できるからお持ちのリップをダークにしたい時とかにも使えると思います。これさらに重ねるとこんな感じでさらに紫っぽい感じにもできます。次はローズ系の2本です。合わせるリップペンシルはバニラコの B by バニラスマッチングリップペンシルの PK01 ヌードローズです。こんな感じのローズカラー、両方新しい色なんですけど、1本目がトスクです。ローズとブラウンの狭間で揺れ動くラスティーローズ。これまたね、めっちゃ可愛い色で、なんかローズの華やかさみたいなのはあるんだけど、ちゃんと暗めで少しブラウン味もあって、この絶妙な感じが本当に可愛いです。この赤いパレットと一緒に出たシリーズなんですけど、こういうねローズ味のメイクにも合うし、もちろんブラウンメイクにも合うし、個人的にはローズ系って血色感とかも出せるからいろんな時に使いやすくて、そこも好きです。もう一本の方がブーティーです。透き通るような血色が内側からにじみ出すバーガンディーブラッド。かわいい。一番赤みがある色で、説明の通りワインっぽい感じの色です。バーガンディ系はやっぱりダークリップ好きな方にも刺さる色だと思います。ローズブラウン系を1色だけ挟みます。合わせるリップペンシルはクリオのベルベットリップペンシルの9番モカローズです。グランピーっていう色です。ほんのり赤みを忍ばせたローズウッドブラウン。最後にブラウン系を紹介するんですけど、これはブラウン系の中でもちょっとローズ味があったので1個だけ分けました。深めのブラウンなんだけど、ちょっと血色感も乗ってくれるような感じで、この後紹介するブラウンは結構ガチブラウンな感じなので、ブラウン系挑戦したいけど血色感がある方が嬉しいなっていう方におすすめの色です。ほんとブルも可愛くて。最後はブラウン系です。合わせるリップペンシルはクリオのベルベットリップペンシルの14番ヘーゼルナッツトープです。こんな感じのくすんだトープカラーです。1本目はナムナム、クリームを一滴垂らしたようなまろやかなヘーゼルナッツヌード。かわいいです。これアプリケーターがブルーっぽいのもかわいいよね。血色感を全く含まないっていう感じのヌーディーなブラウンカラー、めっちゃ可愛くて、一味違ったヌーディーリップが作りたい方にぜひ塗ってみていただきたいんですけど、かっこいい感じのくすんだリップにしてくれます。ナムナムは個人的にはブラウンな感じのメイクに合わせるの可愛いんじゃないかなと思います。最後はマンブリーです。サイドをそぎ落としニュアンスを添えたディープモカブラウン。はい、かわいいです。一番深いブラウンのカラーでコーヒーっぽい感じ。ダークブラウン系って赤みが入ってる商品が多いと思うんですけど、このダークブラウンは本当に赤みがなくってかっこいい系のメイクに全振りしたような感じの色なので、私の動画の視聴者さんに好きな方がいるんじゃないかなと思います。ビターな雰囲気の深いブラウンリップをお探しの方におすすめです。はい、手持ちのおすすめの11色をレビューしてみたんですけど、いかがでしたでしょうか。本
当にね、パッケージもめっちゃ可愛いし、色もツヤも可愛いので、気になってる方はぜひぜひ使ってみてください。本当にどのカラーも好きなので一番が決められないんですけど、その日のメイクとか気分に合わせて選んでいただけるくすみ系の可愛い色がいっぱいあるブランドなので、気になった色とかお持ちの色とかあったらぜひコメントで教えてください。今回も最後まで見ていただいてありがとうございました。また新しく買ったリップの方はショーツとかでも投稿していくので、よかったら見てみてください。ご参考になったよっていう方はいいねやチャンネル登録、コメントで応援いただけるととっても嬉しいです。じゃあ次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。